皆さん、こんにちは。日本上場企業研究家の上杉翔平です。今日紐解くのは、ファーストリテイリングの物語。ファーストリテイリングと聞いて、まず思い浮かぶのはユニクロかもしれません。一枚の普段着を世界中の暮らしへ届ける会社です。物語の始まりは、山口県宇部市。1949年、メンズショップゴムニ商事が生まれました。まだ世界ブランドではなく、町の服屋の小さな一歩でした。1963年、大織商事株式会社が設立されます。地域で服を売る会社。けれど、その小さな器の中に、後の大きな変化が眠っていました。この家業を大きく変えていくのが、柳井正です。服をただ仕入れて売るのではなく、お客様が毎日着たくなる服を自分たちで考える道を探しました。1984年6月、広島市にユニクロの1号店が開きます。名前はユニーククロージングウェアハウス。同じ年、世界ではロサンゼルス五輪が開かれました。カール・ルイスやメアリー・ルーレットンが輝き、日本でも体操の具志堅浩司が金メダルを手にします。そんな国際イベントの年に、広島で新しい服屋が扉を開けたのです。翌年、山口県に初めてのロードサイド店が開きます。車で来て広い店で選び、気軽に買える。この形がユニクロの店作りの新しい基準になりました。1991年、会社名は大織商事からファーストリテイリングへ変わります。早く小売りを変える。名前そのものが会社の進む方向を示していました。ただ仕入れて売るだけでは限界があります。ファーストリテイリングは企画、生産、販売を一つの流れで考えました。服の革を自分たちで整えていくような商いです。1998年、1900円のフリースキャンペーンが大きな注目を集めます。安いだけではなく、軽くて暖かくて誰もが着やすい。ユニクロの名前は一気に広がっていきました。同じ年、東京の原宿にも店が開きます。郊外だけでなく、若者の集まる街へ。普段着の会社は都市の空気も取り込み始めました。2000年にはオンラインストアも始まります。店に行くだけではなく、画面から服を選ぶ時代へ。服の売り方も少しずつ広がっていきました。2001年9月、ユニクロはロンドンに初めての海外店舗を開きます。日本の普段着が世界の街角へ出ていく第一歩でした。2002年には上海にも店を開きます。アジアの大きな市場へ向かう道。この一歩は、後の海外ユニクロの成長につながっていきます。もちろん、すべてが順風満帆だったわけではありません。海外では思うようにいかない店もあり、服とは違う事業に挑んで引き返したこともありました。やがてユニクロはライフウェアという言葉を掲げます。流行だけを追いかける服ではありません。毎日の生活を少し気持ちよくする服です。ヒートテック、フリース、カシミヤ。名前を聞くだけで肌触りや温かさを思い出す人もいます。ファーストリテイリングは素材の特徴を物語にして売りました。ここで翔平の小さな帳簿です。この会社を見るときの鍵は国内だけではありません。今大きな成長の主役は海外のユニクロです。2026年上期、海外ユニクロの売上は1兆2413億円。国内ユニクロを大きく上回る規模になっています。一方で日本のユニクロは土台です。商品の磨き込み、店舗運営、ブランドの信頼。日本で作った型が世界へ持ち出されていきます。グループには GU もあります。ユニクロより少し流行に近く、若いお客様にも届きやすいブランド。同じ服の商いでも役割が違います。セオリーなどのグローバルブランドもあります。ただし、ここはいつも順調とは限りません。2026年上期には売上が減り、事業損失も出ました。もう一つの鍵は為替です。
円安は海外売上を大きく見せる一方で、仕入れや生産コストには重くのしかかることがあります。服の商いは天気にも左右されます。寒くなると思って作った服が思ったほど売れない。その逆もあります。だから在庫の読みはいつも難しい勝負です。世界の大都市に開く旗艦店はただの売り場ではありません。その国の人にユニクロの考え方を体験してもらう場所です。服を売る店からブランドを伝える舞台へ。東京の有明には会社の大きな拠点があります。商品、物流、データ、人の動き。世界の服の流れを読む頭脳のような場所です。ファーストリテイリングには、服を変え、常識を変え、世界を変えるという考え方があります。大きな言葉ですが、始まりは毎日の一枚の服です。世界中で服を作り、売る会社には大きな責任もあります。働く人の権利、環境への負荷、資源の使い方。成長するほど、この宿題は重くなります。近年、北米と欧州のユニクロは高い成長を続けています。日本の服屋が世界の生活服として受け入れられるのか。ここは未来を見る大きな窓です。韓国、東南アジア、インド、オーストラリア。アジアを中心に生活の形は一つではありません。それぞれの気候と文化に合わせて服を届ける力が問われます。中国はユニクロにとって大きな市場です。大きいからこそ成長の力にもなり、変化のリスクにもなります。投資家はその両方を見ます。柳井正という経営者の存在感はとても大きい。だからこそ会社が次の世代へどう引き継がれていくのか。そこも長く見るときの大切な論点です。では今日の鍵を4つにまとめましょう。1つ目は地方の服屋から始まった変化。2つ目はユニクロという普段着ブランドの力です。3つ目は海外ユニクロが成長の主役になっていること。4つ目は為替在庫地域リスクを抱えながら、それでも世界へ広がろうとしていることです。1枚の服は小さなものです。けれど毎日着るものだから人の暮らしに深く入り込みます。ファーストリテイリングはその小ささを世界規模にしました。ファーストリテイリングは流行を追うだけの会社ではありません。毎日の服を磨き、世界の暮らしへ届ける会社です。その強さと難しさをセットで見ることが大切です。次回は商いの大河、三菱商事の物語へ進みます。資源、食料、機械、金融。世界をつなぐ総合商社の仕組みを昔話のように紐解きます。この動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。あなたの応援が次の物語を作る力になります。それではまた次の日本株式会社物語でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録で次の日本株式会社物語もお楽しみください。